脱龍馬が行くのタムです。今回は土佐藩の身分制度と郷士坂本家のお話をいたします。土佐藩では身分の高い上司と身分の低い下士では他の藩以上に差をつけられておりました。例えば雨の日に上司は傘を差し白足袋に下駄を履くことが許されましたが、下士は傘を差すことが許されず蓑をまとい草履を履いておりました。上司はお城の近くである閣内に住み、下士は閣外に住みました。もちろん下士は要職に就くことができず苦しい生活をしている者が多かったのです。土佐藩の身分制度を考えるときにどうしても外せないのが関ヶ原の戦いです。関ヶ原の戦いは徳川家康率いる東軍と事実上は石田三成が率いた西軍が戦った天下分け目の合戦です。関ヶ原まで土佐を治めていたのは一時は四国全域を制覇した長宗我部元親の四男長宗我部盛親です。この時掛川五万石の大名に過ぎなかった山内一豊は東軍につきました。関ヶ原はご存知の通り徳川家康の東軍が勝ちました。西軍についていた長宗我部盛親は放逐、つまり国を追い出されました。そこで空いた土佐22万石を家康は関ヶ原直前に功績のあった山内一豊に与えます。山内一豊はそれまでの5万石から一気に4倍以上の22万石の大大名となりました。通常このような場合、取り潰された家から家臣を取り立てます。しかし長宗我部家で価格が高いものは山内家に取り入れたのですが、長宗我部家の身分が低い維新たちは反乱を起こしました。一豊は一旦は反乱を鎮圧します。しかし反乱も度重なり起こり、鎮圧するよりは懐柔した方が得策だと考えるようになりました。そこで元から山内家の家臣であったものを上司、長宗我部家の維新であったものを下士としました。上司は位が高い順に家老、中老、物頭、馬回り、小姓組、留守居組です。上司と下士の中間に名誉上司のような白札という位があります。この白札は例えば雨の日に傘を差すことができますが、それは当主だけで家族は傘を差すことができません。下士は位が高い順に郷士、用人、家地、組ほか、足軽、庄屋です。その下に地下浪人というのがあり、これは病気や生活苦で郷士の立場と領地、いわゆる郷士株を売って浪人になったものです。見やすいように左側に上司、右側に下士を高い順に並べてみました。有名どころの身分を言いますと、例えば土佐勤王党に暗殺された吉田東洋は家老です。百円札の肖像画にもなった板垣退助は馬回りです。武市半平太の影響で尊王攘夷に傾倒した谷立樹は小姓組、武市半平太は白札です。龍馬は下士の最高位である郷士です。海援隊のナンバー2である長岡健吉も龍馬と同じ郷士です。大宮で龍馬と一緒に暗殺された陸援隊隊長の中岡慎太郎は下士でも一番下の庄屋でした。また天中組で散った吉村虎太郎も庄屋です。脱藩以来龍馬とずっと一緒にいた
沢村宗之丞は地下浪人です。また、三菱の創始者、岩崎弥太郎も地下浪人です。龍馬の坂本家は合祀ですが、合祀にも種類があります。他藩などでは、通常は武士の身分のまま農業に従事したものを合祀と言います。長宗我部では、普段は農耕に従事し、戦いが起こると出陣する農兵者を一両具足と言います。それでは、土佐の合祀の種類のお話です。まずは、慶長合祀。これは、慶長18年に一両具足の浪人から取り立てた合祀のことです。次に、百人合祀。これは、正保元年に一両具足の浪人から取り立てた合祀のことです。そして、譲り受け合祀。これは、病気や貧困の合祀から身分と領地である合祀株を買い取って合祀となったものです。それまでは一両具足からの取り立てでしたが、宝暦13年には町人が合祀株を得ることが許されました。龍馬の坂本家はこの譲り受け合祀です。それでは坂本家が合祀株を手に入れた前後の話を見てみましょう。坂本家の初代は太郎五郎です。この時にはまだ坂本家という名字はないです。西谷村で農業を営んでいました。2代目が彦三郎、3代目が太郎左衛門です。4代目の八兵衛森行の時、坂本家は高知城下に移住して質屋を始めました。5代目が八兵衛正義、6代目の八兵衛直政の時、土佐屈指の豪商となり、合祀の資格を得ました。直政の長男は八平直美と言い、次男は八郎右衛門直清と言います。長男の直美は合祀坂本家を継ぎ、次男の直清は長家である西谷屋を継ぎます。8代目が八蔵直純で、龍馬の祖父です。9代目は龍馬の父、八兵衛直足ですが、直純の娘、幸と結婚し、養子として坂本家に入っております。そして10代目は龍馬の兄、権兵衛です。このように、龍馬は武士でありながら、商人の血統でもあり、不運の幕末を経済の目をもって駆け抜けたと言えます。今回は土佐藩の身分制度と合祀坂本家のお話でした。脱龍馬が行くチャンネル登録お願いいたします。